チェケラドミト14です。今回はクイーンムカズステファニー VS アナザー GB2 というわけで日本戦ですね、やっていきたいと思います。ファイヤーヒーラーっていうね、以前も話したと思うんですが、南米系の大会で日本クランが3クランね、同じグループに入っているというところで、まず日本戦第1戦目はアナザー GB2 との対戦です。まあ、ガイハジボンバーですね。ガイハジボンバー2のメンバーと 5v5 での対戦になっております。クイーンウォーカーズカップでもね、出場してたので知ってる方は多いんじゃないかなというところですが、まあ日本戦負けたくないですね。というわけで早速やっていきましょう。ちなみにね、今回の大会はね、顔出しですので、まあ、対戦前の様子はこんな感じになっています。額にピント合わせたらなんかバレたっぽいわ。はい、というわけで先行クイーンウォーカーズからですね、スタードラ、スーパードラゴンですね、やっていきましょう。この大会は初戦が12、星1で、そうだね。星1のところから逆転した試合だったね。ボルテックスっていうところ。それもね、以前動画になってます。初戦は勝利してて2戦目っていう状況で、残り、進撃の初心者。チーム進撃か、名前は。との対戦が残ってるって状況ですね。さあ、ボマースタイルでのスーパードラゴンラッシュ。タウンホールに1体でも向かえばいいというのがね、このユニット最強なゆえんですね。で、基本ボマーなんだけど、ボマーはね、タウンホールに向かわないような形でやってあげるのが、この形を取るならば強いです。はい。さあ、両サイ、キングとクイーンで広げていきつつ、ロイヤルチャンピオンも差し込んでいって、微妙なとこですね。形がそんなに綺麗に取るわけではなく、サイドカットも特にやらないので、まあ、これはスーパードラゴンの能力に依存したような攻め方なので、そこがね、どこまで押せるか、なんか綺麗な形っていうよりはユニットで押していく戦術なんでね、特にこのやり方は。まあなんだかんだ。ギリギリですが残っていって、レイジとフリーズが1枚ずつ、ベビードラゴンが残ってる状況。微妙なラインですね、これは。レイジ、クローク、フリーズ1枚。ポイズンもあるとはいえ、いやー、ここでクローク打つんだ。時間がないわけではないので、どういう思考でクローク打ったんだこれ。さあ、ここは乗り越えることができず、99で止まりそうですかね。投石のタゲぶらしたかった。わかんないな。アーチャーもぶらしたかったってこと？いや、わかんないっすね。シンプルなミスタップか何かっぽいけどな、そうなると。さあ、続けて、ガイハジ側、ファーストアタック、ウィンディさんですね。見ていきましょう。さあ、ボーラーで、エリクサー、ポンプの方、内側のところまでサイドカットを入れているというところ、逆サイドはイエティとバルーンでサイドカット、テスラが生えてますが、行っていきます。なるほど。金山のね、ボーラーバウンドを入れたかったけど、一発目のやつが少し左から右のやつにね、ずれてって形かな。さあ、インビジブルで誘導をかけていきつつ、穴開けもう一層って形かな。そうなるとフリーズを早めに使わないと、おーっとクロークが出ていく。このクロークで援軍が釣れると援軍処理めんどくさそうですね。ラバではないのか？いや、まだ出てないだけだ。さあ、ここストライカーも入っているので、これはフリーズかけますが、少しめんどくさい形になりましたね。ただ、ラバが当たる前に先に、シングルの処理はできました。これでもうフリーズとか、インビジブル系のサポート呪文はなくなってしまいましたので、あとはレイジのみで、クロークもないからね、突破しなきゃいけません。ホグライダーでテスラ降りつつ、さあ、もう一度ホグを迫撃砲の方に撃っていきます。だるいね、これ。早めに始めるしかないかな。さあ、ここでイーグル砲飛んできますが、タウンホールからの被弾だけなので、そんなにダメージは高くなさそうですね。ただ、レイジは外れている。かなり強気にかけていきましたが、リックスケルトン捕まる前に終わりました。さあ、ここからディガホグパートスタートですね。クイーンはここでまだギリギリですが、生き残っていくいいレイジでしたね、結果的に。
さあ、1枚目のヒール、キングを遅れてサイドカット足していきます。クイーンはまだ生き残っていって粘りますね。さあ、ヒーラーの方に赤枠が入りつつ、マルチ IT が横打ち、ここはクロックがないので、クイーンは落ちていきますが、トームをかけて、リガホグのルート自体はかなり作れているような状況。キングもフィストを残して外周部回ってきています。さあ、残り50秒ぐらい、ラストヒールを打っていって、ロイヤルチャンピオンはここで能力を使わされていく。ラスト、ロイヤルチャンピオンですね。防衛ロイヤルチャンピオンの方が先行したホグを やっつけていきつつ、ロイヤルチャンピオンが先に先行するような形になるので、防衛、おっと、ディガーがロイヤルチャンピオンを倒していく。ターゲットもフィストを使うことでキングの方に移ってますね。さあ、ロイちゃんを守りきることができるサッカー、そこはまずは巨大爆弾とリクスケルトンで、時間の方もかなり厳しくなってきたから、残り10秒ちょっと。さあ、巨大爆弾、ロイヤルチャンピオンはなかなか落ちない。アーチャータワーも倒しきって、ギリギリですが残り10秒。ここでようやくロイヤルチャンピオンを倒すことができました。5秒、4秒と。時間の方が足りないですかね。危ない。さあ、97% 時間切れというアタック。さあ、続けて額ですね。ファーストアタックが 99% と 97% というところで 2% ですがリードを取れています。いや、なかなかね、お互いにあと一歩というところでしたね。さあ、キングでサイドカット、キングをイーグル区画に入れていきたい流れですかね。クイヒーパートスタートしています。さあ、クイーンへの被弾は少し高くなりかけてはいたんですが、ギリギリ耐えていってストライカーかけますが、大砲に捕まりもう1体追加で出していきます。さあ、バスターが12時から、これは真ん中マルチも目指す格好かな。さあ、レイジを使って投石区画の方へクイーンを誘導していきつつ、ベビドラで大砲を追ってサイドカット。さあ、フィスト残したキングが回ってきているので、バスターが先行するような形になってるんですけど、どうでしょう。これは真ん中マルチまで届けたいの届くかな。これ微妙なとこですが、バスター強い穴開きましたね。さあ、穴が開いていって中心への道を作ることができました。さあ、ここでキングはロイヤルチャンピオンを破壊しつつ、フリーズかけたんですが少し伸びきらず、第1クロスと投石機に殴られていって真ん中マルチが残ってしまう。ちょっときついな、これは。兵器も使っちゃってるんでね。キング、ちょっとバスター出すの早かったかな。バスターが先行する形になっちゃいましたね。キングへの道を作りたくて早めに出したのか。そういうイメージかな。もうちょいキングが早かったね。想定より早く動いてしまったのが微妙なとこですが。ヒーラーには横打ち入らなそうな真ん中マルチなんでね。さあ、リクスケルトンを置いてロイヤルチャンピオンをここから出して投石の方へ進めていきます。さあ、微妙なラインですね。ここからタウンホールまでラバルをつなげなきゃいけないのも少ししんどいところですね。クローク入っていって、どうですかね。さあ、クイーンにレイジ置きつつ、ロイヤルチャンピオンはクイーンに捕まっていって、なんとか突破することができました。すごいな。大量の赤爆弾とトルネードは事前に解除することができました。これは大きい。さあ、ここインビジブルは打たず、トームでロイヤルチャンピオンも延命していきました。タウンホールの爆破ではなくて、すべてのユニット生きてるうちに使っていきましたね。さあ、タウンホールの方はフリーズをかけて、レイジフリーズでなんとか突破。ウォーデンは死んでおりますが、タウンホールと防衛施設を破壊することができました。シングルインフェルノが少し辛いか。クイヒーの方はまだ生きて回ってきて、インビジブルが1枚あるというところ、これでどこまでリカバリーができるか。さあ、ギリギリですが、アーチャーを出して、ガーゴイルと、アーチャーで縮めていきたいところ、これはインビジブル、ソラスケもかけたいかなと思ったんですが、かけず、ただ時間の方がまだ足りないですね。時間が足りず 98% 惜しい。ものすごいリカバリーですけどね。かなりきつい。今、想定よりプランがね、全然削れてなかったんで、かなりきつい展開にはなったんですが、リカバリーよくできましたね。98%。さあ、パーセントは高いとはいえ、星数の方でリードを取られてしまう可能性がありますね。前回取られたら。
さあ、ここからもう一度クイヒーラバルが続いていって、タウンホールの横の投石区画から始まっていきました。さあ、ロイちゃん、投石、クロスあたりを狙っていけるような状況ですが、真ん中のマルチ IT がね、どう突破していくか、タウンホールをどう持っていくのかっていうところも注目したいところなんですが、基本はラバルをタウンホールで取っていく形かな。逆やね。タウンホールをラバルで。おっと、ウォールブレイカーそこつくんや。綺麗にこれは穴開けができて通路の方に誘導ができそうですね。これ、通路、そこをウォールブレイカーつくのめちゃくちゃ強いな。さあ、キングが12時区画、イーグル砲の狙いですかね。登場しました。ロイヤルチャンピオンも脇から添えるかな、そうなると。単独で見ていくかな。さあ、スニークゴブリン外周部つけつつ、キングはキングと当たっていって、ウォールブレイカーもう一層つけてきましたね。すごいムーブで動いている。アーチャータワーの裏が。はい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 。本来こっちではなく、もともとこっちをつけたかったのかな。どうなんだろう。想定と違う開け方しちゃったのかな。わかんないけど。さあ、ただ誘導はできつつ、これラバルはまだスタートしないですね。残り時間は1分ちょっとというところなんですが、ここからラバルパートタウンホールの方から進んでいきます。さあ、シングル IT の方にクイーンが戻ってきてしまって、速攻でクイーンはクロックを使って相手のクイーンを突破しつつ、ヒーラーの方にダメージが入っていきつつ、ラバルパートの方でシングル IT1 本取れましたが、ここはトーム。クイーンはここで仕事終了。さあ、ボマロイちゃんが9時から登場していって、投石機のケアをしていくような形。さあ、タウンホールのポイズンでウォーデンは溶けていきそうなんですが、どうでしょうか。さあ、ヒーラーが、これは回復してますが、この回復で時間を稼いだことによって他のユニットにターゲットが入らなかったので、なんとかバルーンたちは低 HP ながら進んできてますね。さあ、これシングル2本というところがここで致命的になってきて、マルチ IT ではないので、HP はかなり低いんですが、これは赤幕はウォーデンが受けていく。さあ、裏からウィズ島へバルーンを出していきつつ、ロイヤルチャンピオンのブーメランが飛んできて、ブーメランとバルーンのダメージでウィザードの塔を突破していって、これはロイちゃんが止まらない形。残り時間は3秒というところでフィニッシュ間に合っていって、外端リード。さあ、ホッさん。ポイズン2枚の純正ラバルって形ですかね。さあ、バーバリアンが3体とかなり多めなんですが、突撃艦で合ってるんでしょうか。なるほど、援軍釣りか。援軍がね、かなり端っこにあるので、援軍を釣っていって素晴らしいですね。完璧な射程管理。さあ、裏ストライカーを先にベビードラゴンで差し込んでいきつつ、これは、ウィザードも追加。なるほど。さあ、ウィザードで、とベビードラゴンでラバを処理していくため、ヒーローは別のところで使いたいというところですね。ユニットでラバハウンドを処理していくような形。そのためのバーバリアン3体でしたね。さあ、ポイズンで処理は簡単に終えれそうですね。アーチャーも追加することでベビーがやられても大丈夫そう。さあ、リクスケが大量に連れていった。さあ、リクスケはさらに大量に連れていく。さあ、ヒーローパートを進めていきます。特にリクスケ処理できるユニットいないですからね。さあ、アイゴレフリーズかかって、ここはポイズンかな。かなり浅めに置きましたね。さあ、フリーズをかけて、スケルトンと間違えたかな。さあ、スケルトンを奥に打っていきつつ、ポイズンはちょっとヒーローに当たってないですね。さあ、テスラを打って戻るかな。戻りそうではありますが、戻っていって、ここでインビジブルを使って相手のクイーン処理。ロイヤルチャンピオンの処理まで行わないといけないんですが、クロークを早めに使ってロイちゃん出しつつ、ウォーデンゾーまでいけるかな、これは。さあ、巨爆強い。さあ、ウォーデンゾーまで伸びてほしいところ、シングル捕まってますが、なんとか先に降り切ることができていきました。さあ、タウン真ん中なんですが、突撃艦でタウンの方へ誘導しつつ、ここでトーム。さあ、ドッカンといって、これは
早めに壊したいですね。スニークゴブリン系だと思うんですが、バカに、避けていく。さあ、シングルインフェルノとイーグルの方を固めていって、ロイヤルチャンピオンの延命見えてますね。さあ、ロイちゃんの方でこれはシングル IT も突破していきつつ、もう1本残ったシングルの方へロイヤルチャンピオンが誘導されていって、ラストヒール。おお、強っ。これは、あんまりね、綺麗なあれではなくなってたんですけど、ロイヤルチャンピオンの延命だったり、ウォーデン特に死んでますからね、この状況。さあ、ロイちゃんの延命が強かったですね。ラバルパートとロイヤルチャンピオン同時並行で進めることで、さあ、特に純正ラバルというところでね、呪文も多かったので、全ての防衛セットを突破することができました。残り時間は15秒ちょっとというところですが、間に合いそうですかね。かなり、ちょっと苦しそうには最初思ったんですけど、突破していって全開とガーサス。さあ、おさらの俊介さん、僕のイベントとかもたまに出てくれる人ですね。さあ、天才ラバルかな。天才ラバル61ですね。さあ、アイゴレクイーンと天才をまずは打ち込んでいきました。キングを12時区画の方へサイドカットしていきつつ、穴開けでタウンホールの方へ誘導していきつつ、ロイヤルチャンピオンの勝利もこれは狙ってますかね。リクスケでちょっと12時側に引っ張ったので、クイーンの方でタウンホールを見るだけという形になりそうですね。さあ、イエティウィザードで3時側外周きれいにサイドカットができつつ、ここでタウンホール、クイーンでクローク。キングの方は透析ロイちゃんを突破して、もうここからいきなりラバルパートをスタートしていきます。さあ、援軍は連れて行きまして、突撃艦を真ん中マルチってイメージかな。さあ、ただ、初動のラバルパートのところ、バルーンが消えてますね。イーグル当たったかな。さあ、ロイヤルチャンピオンも付け足していきますが、そこには防衛ラバハウンド。さあ、真ん中マルチ突撃艦、若干ずれていたので、割れた真上ではなく少しずれて罠が全ヒット。ドラゴンの方もクイーン、防衛クイーンで勝利ができました。さあ、ロイちゃんはひたすらラバに捕まりつつ、クロスの方に誘導ができない。さあ、ここでトームかけていきます。さあ、純正ではなく天才だったのでね、呪文は結構あるんですね。少なくなってるんですが、6時終点投石機がかなり重いですね。さあ、ヘイストが来ますが、ウォーデンゾンの方に釣られてしまう。このままウィザードの塔と膨らんで動きそうですね。ヘイストもないので、6時の投石区画がフリーズインビジブルで乗り越えなきゃいけないんですが、クロスの射程がウォーデンを捉えていて、それもなかなかできそうにないですね。さあ、アーチャーで援軍を9時に寄せていきつつ、バルーンは回ってきますが、投石の格好の的になりそう。さあ、残り時間は1分ちょっとですが、ここで防衛ができたら、パーセントでリードを取っているのがクイーンウォーカーズの方なので、逆転ですね。これで星7対星7というところで、同点に追いつき、パーセントでリードをクイーンウォーカーズ側が取る形になりますので、残り2つ全開でつないでいけば、勝利が取れるというような状況です。さあ、70ちょっとのパーセントで抑えることができましたと。初動がね、思ったより進みが悪かったのと、真ん中の突撃艦が少しずれてたので、マルチがね、スムーズに突破できなかったですね。ドラゴンも入ってたことを考えると、クイーン処理もね、少し睨んだような形ではあったと思うんですけど、初動の11時の対空砲のところにね、ラバだけプカプカ浮いててバルーンがいなくなってたので、イーグルかなんか飛んでたのかな。そちらの方にね、最終的にロイちゃんも追加で出してたんですけど、そこがスムーズに突破できてたら、例えば6時とかそういうところで見てたのかな、わかんないけど。さあ、クイーンウォーカーズ、リードを続けるチャンスですね。クラウス、ホグラッシュ。編成はスケイン部のコウモリ型ですね。クランジョと真ん中マルチの方にやっていく形かな。大工の小屋もそんなに多くはかかってなくて、1個かかってるかなぐらいなんで、難易度として、2個目あるわ。2個目かかってるかな、あれ。さあ、まずはロケバルでサイドカットをしていきつつ、フレームシューターを使っていきます。さあ、インビジブルとスケルトンコウモリ。ちょっと真ん中マルチ外してしまいましたが、どうでしょうか。コウモリはこれは刺さっていきましたね。コウモリいいね。レイジコウモリ強いよね。1枚のコウモリでも
1ターン目を外したとしても2ターン目3ターン目で巻き返せるだけのあれがあるんですね。さあウォールブレーカー3枚でトントントンと開けまくっていきます。キングを使うのかな、使ってきましたね。アーチャーターンのタゲを取るキングを出していきつつ、これは対地クロスをタゲ取っていく。うまい、完璧。射程完全に理解してますね、これ。しっかりここまで見越したジャイアント。さあホグライダーでアーチャーターンの方も攻撃入れているので、これはいいホグだな。アーチャーター壊しつつターゲット取り。さあしかもこれ投石の真上にひたすらフレームシューター降り注ぎますよ。さあタウンホールの方はクイーンクロークで突破していきつつ、そのクロスボウ折れるのはめちゃくちゃ強い。非常に優秀。ヒーローパート完璧ですね。さあホグパートスタートしていきますが、9時のアーチャーターンにいきなりボーデンがタゲられている。これは良くないですね。さあ初手トームかましていきますが、すごいな罠が。大量の陸助テスラ、おお、トルネまで巨爆までバネまで、おお、ものすごい量のトラップが発動してきて、ここはフリーズで止めていきます。ここめっちゃ誘ってるなーって思ってて、特にねインフルノが外から打てる区画になってたんですよね。バカ怪しかった。さあそこには大量の罠があっていって、まだヒールがあると、フリーズもあり、ホグも7体手元にあって、これめちゃくちゃ余裕だな。強えな。これめちゃくちゃ強いな。最近ねクラスホグラッシュも多くなってきたんですけど、やっぱスケルトンインビジブルっていう戦術とホグラッシュってやっぱ相性いいよね。やっぱね MCS にシンセって、もう今違うわ、 MSE スポーツってクランに変わったんですけど、 MCS はそこにねシンセっていうスケルトンねコウモリがめちゃくちゃ上手い人がいるんですけど、スケルトンドンインビジブルスケルトンか、その人がひたすらホグラッシュやってて、強いんですよね。その人のホグがめちゃくちゃ強いんですけど、結論やっぱホグラッシュ強えなって形になるのかな、こうやってやっていくと。強えなこれ、超強えな。さあ外8側、前回を取り逃すと星2で勝ちが出てくるようなシーンになるので、外8側からすると絶対に落とせないアタックになります。さあバーバリアンチェックからのロキバルで対空砲を追っていきつつ、なるほど。さあエアスイーパーまでフリーズで固めていきつつ、突撃艦をマルチインフェルノと投石の間に置くことしていきたいんですが、届いていってインビジブルレイジ綺麗に刺さりましたね。これは強い。うわー。さあただ援軍ちょっとインビジブルかけるのも出てきたわ、帰ってきた。これは強いわ。これはめちゃくちゃいい形、非常にいい突入決まりましたね。対空砲を撃ったことで別の対空砲にラバが動くので、本来狙えないところに対して突撃艦を刺すことができました。マルチと投石がね一気に吹っ飛ばせたんでね。さあキングをスタートしていきつつ、クイーンはどっち誘導したいんだろうなこれ。さあ陸助反応して下側進みそうですが、上のサイドカットも下のサイドカットもそんなにしてないんですけど、ウォールブレーカーないのか。どっち行ってもよかった説ワンチャンありけりわからない。さあただこっちめちゃくちゃ強いな。さあまずはタウンホールからラバルスタートしていく形ですね。始めていきます。残り時間も意識して折り切る前にスタートしていきました。ロイヤルチャンピオンも追加で6時が登場してますね。さあ囲い込むように6時ラバルがスタートしていきつつ、キングが縦にクイーンとロイちゃんが進んでますね。さあタウンホールの方、これはいいトルネード、いいトルネードによってトームがただストライカー出してた関係でここでトームっていきましたね。ヘイスト乗せて一気にこのタウンホールを避けていくような形。さあ相手のクイーンは処理ができましたが、真ん中マルチにフリーズをかけていきつつ、さあここ罠が出てクイーンはクロークを発動していきまして、さすがにアドバンテージがでかかった。これは回っていって全開ですね。さあインビジブル、これはもう突ビズのアドバンテージが素晴らしかったですね。それをしっかり最後まで生かして、
最終的にラバルを早めにスタートしたのも良かったですね。1分25秒ぐらいからのラバルのスタートだったんですけど、ここまで1分経過なので、もうちょっと見ていったら時間切れもワンチャン出てくるようなところでしたが、残り10秒ちょっと残しての全開とゴーソス。さあラストアタック10対10というところで全開を取れば勝ちが確定します。パーセントでリードが取れるので、ラストアタック全開取れば勝ちです。やってみましょう。クイヒラバル、今回はね、陸横電型を採用しました。ちょっとね、見なきゃいけないところも多かったので、クイーンからのスタートではなくて、細かいユニットを出すところから今回はスタートしてます。アーチャーとスインゴブとガーゴイルを4点ぐらいね、バンと置きつつ、初手でテスラだったりホーミングもあるので、出してからそこやるとね、テスラとかホーミングが出た時に対応が難しいなと思ったので、あと時間は間に合うかなと思ってたんで、先にクイヒより先に外周のユニットから出すことにしましたね。クイーン出してテスラ5本出た時にそれ対応しなきゃいけなくてサイドカットを出すのが間に合わなそうなんで、あんまり目離せないよね、それ。クイーン出してテスラ5本生えた時にサイドカットにユニット置きに行ける余裕があんまりない気がしたんで、ね、てか僕はあんまちょっとめんどくせえなと思ったんで、ちょっと今見てた人はわかるかもしれないんですけど、8時の方にね、ものすごい量の罠が出てましたね。これびっくりしましたね。僕、おーって首かしげました、ちなみに。で、12時側はサイドカットして、後にキングリクウォーデンロイヤルチャンピオンを登場させます。さあ、ここで大砲のタゲが取れたので、ウォールブレーカーで1層開けていきつつ、このままエリクサータンクの方にウォールブレーカーをつないでいく準備です。さあ、キングと当たるところでレイジストライカーを投げていきつつ、外周部、もうこれはもう切りに行った方がいいなというところで、スニークゴブリンと大砲にバルーンを出してキングパートスタート。さあ、1層目はウォールブレーカーではなく役に開けていただきます。で、外周部ね、アーチャータワーの方をバルーン3で切ることで、ウォールブレーカーを内側の金庫の方につけたいよという流れでございます。さあ、フリーズ。これね、ちょっと見切れてたんですけど、シングルクイーンタゲってると思ったんよな。バルーンタゲってたんだよね、あれ。で、もう一度フリーズでシングルインフェルノを固めていきつつ、目を離したいんでね、ちょっと安全に打っていきました。早めにね。さあ、ここでしっかりとストライカー2体にかかるようなタイミングだと思いかけていったので、キングのためのウォールブレーカーね、ちょっと左の金庫に流れてしまって、なるかなとは思ってたんですけど、そっちに行ってしまったので、ただ、ロイヤルチャンピオンとね、ストライカーにも飛ぶかかったの完璧でしたね。さあ、裏からラバルというような状況、リクパートでのバリューがめちゃくちゃいいですね。さあ、リクオデン型の方もかなり伸びているので、さあ、投石フリーズヘイストで一気に突破していって、対空砲は届いた頃には対空砲が折れていると。あとは、クイーンとロイヤルチャンピオン能力残っているので、ブーメラン解放からのクイーンを黒く解放、バルーン回収で終わりと。終わってみれば残り20秒ぐらい。やっぱり、これはね、クイヒースタートじゃなくて、サブユニットからのね、展開でも時間を間に合うという感覚だったので、やはり間に合いましたね。早め、クイーンから出してリスクを追うよりは、サブユニットから出して時間ギリギリをね、目指した形でしたが、しっかり全開取れて、終戦と。はい。さあ、クイーンを勝つ13点決めたので、逆転はありませんが、リーグ戦なのでね、何点取ったかとかも後々重要になってくるかもしれないのでね、外端からすると絶対全開取りたいシーンですね。さあ、花火かな、インビジブルとクローンが入っているドラドラの花火。シンプルなドラドラもかなり減りましたよね、やっぱり。普通にドラドラがスーパードラゴンのせいで減っていったにもかかわらず、ドラゴンライダーがもう一度弱体化入ったので、よりドラドラを見る機会が減りましたよね。さあ、ここでショペトン綺麗にほぼ全てのドラドラにかかるような形で飛んでいきました。さあ、届きましたね。クローンが一気に弾け飛びつつ、中心マルチの方もこれはドラゴンライダーが刺さっていって、中心マルチとかやっぱりドラゴン系はね、隙間が空いてると誘導しづらかったりするので、こういう時ドラゴンライダーが入ってると綺麗に進んでくれますよね。スーパードラゴンとかね、ドラゴンだとなかなか真ん中中心孤立マルチって向かってくれなかったりするんですけど、これはやっぱドラゴンライダー入ってるメリットかなって思いますが、残り時間1分40を残してもう最終区画へやってきてるところ。さあ、これはインビジブルを
使っていってロイちゃんでシングル IT まで降り切って、これはかなりの高速アタック。残り時間は1分半を残してまだ半分ぐらいしか経過してないですね。さあ、裏のタウン周りのテスラの方もドラゴンとウォーデンで突破していって、ロイヤルチャンピオンは大砲を乗り越えていき、圧倒的全開ですね。早い高速アタック。残り時間は1分を残して黒くも残って圧倒的全開。ガーソス。あれ、ドラゴンいなかった。すごいな。最後にめっちゃドラン。ボミンが足りましたね。さあ、1分残しての全開と。ガーソス。はい、というわけでね、今回はクイーンオカズステファニー VS アナザー GB2 というわけで日本戦やってきました。無事ね、13対13で勝利することができました。ちょっとね、最初2人連続でこけてスタートしたので、どうなるかなと思ったところ、最終的には 100%3 連続で続いていって、パーセントで考えたときはね、前回が3つと99と98というところでね、落としたパーセントは3つのみというところで、終わってみれば割と、13点っていうのを除けばね、そんなに悪くないスコアではあるんですが、相手もね、13点しっかり取ってきて危ないシーンでしたね。なかなか難しい形ではありましたが、特に日本戦っていうところもありつつ、リーグ戦でもあるのでね、勝利っていうのはもちろん大事なところだったので、勝つことができてよかったですと。個人的にもね、最近あんまり陸オーデン型のクイヒーラバルやってなかったんですけど、綺麗に刺すことができて、比較的強い形で陸オーデンをね、生かしたキングロイちゃんをね、伸ばすことができたんじゃないかなと思います。最近だとそうだな、クラスも結構安定してきてて、僕とクラスのね、全開率が8割ちょっと超えているような状況で2月だけで見ると、特に、クラスの変わったことっていうと、スケイン部をやり始めたっていうところが一番大きそうだなと思ってて、今回もね、ホグラッシュぶっ刺していった形になるんですけど、やっぱね、おっさんとかクラスが一番強かった時って、やっぱりクランジョに天才が打てた時、あの2人ってやっぱヒーローパート伸ばすのと、ヒーローパートの使い方がうまいから他のユニットを生かすための。やっぱそのためにクランジョって相手の援軍って一番厄介で嫌な施設なわけなんですけど、そこをね、天才で壊せてた時は無関係でね、もう天才白しか壊してないやみたいな天才でもぶっ飛ばしてたんですけど、今はもうそのようなまた同じような状況でね、シンプルになってマルチインフェルノとクランジョを壊すのって天才でマルチとクランジョに打てた時代と同じですからね、やってること。難易度は全然違うんですが、呪文の枚数も少なく済んでるので、アドでしかないよね。ポイズンの呪文もいらないし、援軍処理の時間もないというところでね、その辺がやっぱ、安定してね、スケイン部をクリアできるならば強い戦術かなとは思うんですけど、スケイン部のね、後のつなぎのところもラバルなのかホグなのかっていうところで選べるところもあったり、全く別の戦術も使えたりとね、そういう意味ではね、ホグラッシュの上手いシンセがひたすらスケイン部やってたってところもあって、いいお手本はありつつ、また海外の方でもね、いろんなスケイン部の戦術が生まれてるので、比較的参考になるリプレイみたいなのをね、たくさん見れるっていうのも今スケイン部環境来てる要因かなというわけで今日は日本戦でしたが、無事勝利することができました。というわけで今日はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次のお会いしましょう。さよなら。